RC トーゴ。こんにちは、ドスモルです。こんにちは、ドクター三浦です。こんにちは、武田哲也です。何ですか？いいよ、そんなんで。何ですか？武田哲也っていうふうに紹介したんですけれども、本当の名前は松本剛です。はい、剛くん。今回なぜ撮影してるかっていうと、こちらのねバレルのバネなんですけども、いいよその俺。はい、こういう形でね新製品のがちょっと出ております。でこれを実際ね何人かの人にもテストしてもらってるんですけれども、実際にこの松本剛くんにもね、ちょっとテストしてもらおうかなと。剛くんもうラジコン始めてどのぐらいだったっけ？もう3ヶ月ぐらいですね。結構ね一生懸命練習されてる、これね今すごい伸びてる、モータースポーツの方もねやってんだよね、頑張って。モトクロス、二輪の方ね。この新しいバネなんですけれども、バレルのエッジフレックス、今回17っていうやつで、前回はね三浦さんにテストもしてもらったら20何ミリだったかな、ちょっと長めだったよね。そうですね。ちょっと硬めな感じで、どちらかっていうとねコンペ向きなバネなんですけれども、それをさらに詰めたバネに今回なっています。やっぱりね短いっていうところでやっぱり俊敏性がすごい上がる。振り返しが特にね、本当に速い振り返しを求めている人とかには多分いいんじゃないのかなっていう感じになっています。でこれバージョン2でバージョン1バージョン2とあって、バージョン1がソフト、バージョン2がハードのバネになっております。これ短くすることによってだいぶねダンパーの方を規制するっていうことなんで、やっぱり三浦さんこれ伸び側とかもだいぶ規制される。そうですね、伸び側の方が特にでしたね。先にテストしちゃったであれですけれども、やっぱ最近のコンペ俊敏な振り返し、それから立ち上がりの鋭さを求めていく上で、やっぱり伸び側がなんていうんですかね、最近のマシン特にそうですけど、すごいリアのユニバーサルが煽ってるマシンが多いじゃないですか。なので皆さん使ってる RD とか、それからよく RDX をこうギアボックスごとリアにやったりするね、そういうパーツも出てますけれども、そういうので煽ったりすると結構後ろがこうピョコンってなったり、今度前がピョコ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 になっちゃう。最近コンペだとそれもね、減点対象になったりするなんていうのね聞くんですけれども、そういうところのね動きが規制されて変わってくるので、なかなか面白いなというふうに思いましたね。素晴らしい解説ですね。僕分かった？何ですか？分かってねえんじゃないか。分かってねえな。ラジコンどうやってて？めっちゃ楽しいです。めっちゃ楽しい。今追走をね練習してる感じだもんね。でラジコンはやっぱり少し値段もかかるので、いつもうちのお手伝いをして、そのお小遣いちょっともらってるんだよな。どんなお手伝いやってる？ちょっとお風呂掃除で磨いたりやってます。一回いくらもらえるの？1回50円。なかなか厳しいな。厳しいですね。本当？だいぶ。風呂掃除って何？体でこうやって拭いてんの？テレビで？体で。じゃあちょっと中の方行ってね、マシンの方ちょっと見ていきましょうか。はい、早速お願いします。はい、よろしくお願いします。バネルのバネで、こちらが剛くんの使っているマシンになります。もうバネの方ね、まずソフトの方をもう装着しているんですけれども、ヨコモの RD2.0 のマシンになりますと。でね、メカ類はね ELC50 の、モーターが 13.5、カムイの 13.5 かな。でサーボがレイブ D の RSST にジャイロがこれヨコモのレーシングパフォーマーの、あ、そうです。 TS50 だったと思います。こんな感じでね、結構短いですよね。かなり短いね。もうちょっと沈むともう密着しちゃうぐらいな感じなんですけど、ぶっちゃけそこまで沈まないよね。実際そうですね。はい。で前もこんな感じになってます。でね、これ前ねちょっとね車高が保てないんで、普通の樹脂のやつだとね、これ車高が保てなかったんで、こういう感じでねアルミ製のねスプリングリテーナーっていうのが出てるんですよ、レイブ D さんから。これメーカーによって合う合わないがあるんですけれども、これのね例えばこれ2ミリなんだけれども、多分これ今2ミリがついてるのかな。でこれ4ミリ6ミリってあるんで、もしこのねじり山の部分がない場合はこういうやつで下をかさ上げしてもらうと。さっきのその、シャフトが煽ってるっていうところをね、こう上から取っていただくと、ヨコモさんもろなんですよね。そうですね。今ドライブシャフトがかなり前に行っている状態になってます。そうするとアクセルオフした時にトラクション抜けるのが早いよね。こうトン跳ね上がっちゃう感じが出ると思うんだけど、その辺がどう変わったかっていうところをね検証していきたいな。はい、分かった？何ですか？はい、よし、じゃあ走ろうか。とりあえずここでやろう。定常に行こうか。定常に行ってもらって、
うまいね。上手です。全然うまい。やっぱり練習ね、真剣にやってるんで走る量ですね。確かにギアの横袋減ったね。ですよね。全然はい、そうですね。あれ最近ドローマルひどいよね。そうですよね。だからスパンって跳ね上がる感じは、ですよね。スッとすぐ落ち着くんで、次のアクションに移りやすいですね。これが今ソフトですよね。ソフト。はい。なのでこの後にハードでいこうかな。そうですね。はい。お疲れお疲れ。よし、ゴーくんちょっと走ってどうだった？パキンって振った時のこの安定感がめっちゃ増しますね。全然違うっすね。めっちゃ安定してこうしっかり食いながら地面を捉えながら走っていくっすね。違いの分かる男なんで。違いの分かるんで。はい。じゃあ次、片山さんか。そうですね。次ハード行ってみよう。さすがモータースポーツやっただけあるね。そうですね。はい。そういうやっぱり5番がしっかりできてるんで。非常にね、ゴーくんから素晴らしいコメントがいただいてました。そうですね。で次はこちらのハード。はい。これゴーくんの昼ご飯。これ昼ご飯？オムライスがあります。ゴーくんのクロワッサンセット。めっちゃ500円。まあでも小学校5、6年生でこうやって自分でいじっちゃうとすごいね。そうですね。本当に。これ触るの好き？やっぱ。好きですね。バイクも自分でねエンジンもオーバーホールできるぐらいだからさ、余裕だよね。本番のエンジンとかはやんないんですけど、壊れたエンジンとかはピストン交換ぐらいはできると思います。ね、キャブも自分で見て、それは多分全部できるんですよ。よし、オッケー。後ろも一応見とこう。ちょっと高いかな。だいぶ最近はこのデジタルノイズも高価ではなくなったので、できればあるとねいいなと思って。2000円までいくらもあるもんね。そうですね。ゴーくんできた？はい、できました。オッケー。大変だったね。じゃあこれで走るか。よし行こう。こう持っていくよ。よし。はい。よし行こう。よし。はい。さあ、今回ね太いタイプの荒巻きだね。ハードタイプ。全然パキパキ触れるっすね。そうだね。今度はパキッパキは早いよね。で今度その後ちょっと飛ばされちゃうんじゃないかな。スッと。まあ感覚つかんだらあっちの本コース行こうか。
はい、お疲れお疲れ様で。ですこっちも結構いいですね。この振りもすごく速くなって、動きもなんか軽くなったですね。動きも軽くなるし、加速も軽快にいくって感じ？はい、そうですね。蹴っていくっていうか、ソフトはちょっと重ために加速してったんですけど、こっちは軽くいく感じか。全体的な動きが軽くなった感じなんだね。はい、全体的に。まあどっちがいいとか悪いじゃなくて、まあその状況に合わせてっていう感じかな。はい、そうですね。まあ見てる感じは正直言ってやっぱちょっと滞空時間が長いこっちのハードの方が、まあパンってしてからスーっていくのがこうちょっとあるよね。あるね。なんでソフトの方がすぐに次のモーションにこういけてた。まあそれはここの路面にたまたま合ってるんですけど、やっぱ路面っていろいろありますんで、それに合わせてこのバネをセレクトしていくっていうそうだよね、チューニングをしてかれるといいかなというふうに思いますね。やっぱり昼と夜ではグリップレベルも全然変わってくるんで、そうですね。湿気でね、はい。三浦さんよく分かってると思うんですけど、まあ夜の方が全然グリップが高いので、高いですね。まあそういうことを考えると、まあこの場面、まあソフトもハードもかなり良さそうな感じなんで、そうですね。両方ともまあ2セットずつ持っててもらってね、はい、そうですね。いね。ろいろ使い分けてもらうっていうのはまあいろいろ手じゃないのかなっていう。そうですね。前後でねこう使い分けるっていうのもありだし。ちょうどバレルさんからそういうね表がありますよね。そういう一覧表もあるんでね、それも参考にしていただいて、まあこの今回短いやつと、まあ前回出たね、もう少し長いタイプのやつを、そうですね。まあ組み合わせていただいて、まあよりいろんなセッティングができるというふうにそういうことですね。すごい分かりやすく書かれてますんでいいと思います。じゃあ最後ゴーくん、今日そのテストをこういう形でやってみてどうだった？初めて動画出るっていうのもあって結構めっちゃ緊張したっすね。できるかなと思って心配だったんですけど。じゃあ最後に三浦さんと記念撮影しますか？そうですね。わかりました。わかりました。はい、チーズ。はい、ありがとうございました。ありがとう。さようなら。